山の中の古民家に暮らし始めて4年目の初夏、愛犬と散歩をしていたら熊に遭遇してしまいました。ついに熊が出ました。びっくりした。ここは電波が弱いので急いで戻って役場に電話をしたんですが、裏山から大きな物音がして慌てて家に入りました。びっくりしました。たなたんね。初めて熊を生で見ました。生じゃないけど、動物園とか熊牧場とか以外で初めて熊を見ました。びっくりした。なんかちっちゃく見えたんですよね。棚ぐらいのサイズ、棚単サイズ、立ち上がれば1メートルはあるかなみたいな感じに見えたんだけど、なんかそれが子熊かなと思ったら成獣らしいです。もう1メートルあると成獣っていうことで、5、60キロはあるだろうなっていう感じではあったんですけど、一瞬ちょっと固まっちゃって、子熊かなって思って、どうしようって思ったら、森の中へ消えていきました。いやー、びっくりした。やばいね。ちょっと数日前からなんか怪しい音がしてたんですよ。大きな木の枝が上の方から落ちてくる音がして、でもタナがね、その時にうーって吠えたりうなったりしてなかったから、腐った枝がただ落ちただけかもしれないなと思ったんだけど、でも数日前からガサ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 っていう音が聞こえてたんですよね。で実はちょっと石投げ込んだりとかしてで逃げないんですよね。石を投げ込むとガサガサってその都度言って、なんか逃げる気配もないなって、何なんだろう、クマじゃなさそうだなそれはと思ってたんですね。アナグマとか結構多いからアナグマかなと思って、でもイノシシかもしれないしと思って、で爆竹を買ってたんですよね。で早速爆竹を鳴らしてみたんです。今も鳴らしておけばよかった。その山からぐーっと行った先のあたりでガサガサって音がしたので、多分さっきのクマが家の裏の方、家の裏、家に近づいてるかもしれない。そっちの方で音がしました。いやー、怖いね。でも襲ってくるような感じは全然なかった。ってこっちで気づいて、で逃げてったって感じでした。だから、とりあえず逃げてったので、とりあえず動画を回しては見たものの、もし襲ってきたら怖いなって思って、急いで戻ったんですけど、なんかね、見た感じちっちゃいからそんなに怖い感じはしなかったんですよね。でもやっぱり私が思ったのは子グマに見えたから、子グマだとしたらこれ大きいクマがいるかもと思って、それの方が怖かったんだけど、聞いてみると成獣だそうです。意外とツキノワグマちっちゃくってね、なんかおいでって言って思わずこう呼んじゃいそうなくらいな感じだった今役所に電話をしたんですけども、場所をちょっと確認して今から放送をかけますっていうふうに言ってました。最近ね、放送も多かったんですよ。うちの近所ではなかったんだけども、でもよく放送がかかってはいたので、ちょっとクマ増えてるなーって、最初に引っ越してきた頃に比べてなんか多くなってきてるのかなっていうような感じはあったんですよね。痛い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 。だけどさ、タナもさ、うーってうなるだけど吠えなかったね。やっぱなんだろう、他の動物だったら吠えるのにクマさん吠えなかったし、ちょっと若干ビビってる感じがあったよね。タナもなんかちょっと躊躇してる感じ、うーって言いながらも行こうとしなかったし、ちょっと躊躇してる感じで吠えもしなかった。これがイタチとかアナグマとかだったらワン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 吠えてね、もうすごい勢いで追いかけていこうとするんですよ。あなたクマさんは行くとやばいっていうのが分かってんだね。さすがだね。熊の目撃情報についてお知らせします。午後6時40分ごろ、熊の目撃情報がありました。付近を通行される際には、ラジオや
雨粒を飛散するなど十分に注意してください。繰り返し熊の目撃情報についてお知らせします。我が家の今の熊の情報です。いやー、私が電話をすることになるとは。集落の人たちも多分びっくりしてるでしょう。今週末は蛍祭りがあるので、またその時にみんなに報告しておこうと思います。はい、おはようございます。昨日電話した時間がもう役所が閉まってる時間だったので、役所が開いたので電話しました。何か対策とかしてもらえるのかなと思って聞いたんですけど、現状ですね、警察の方がパトロールに回るとか、猟友会の方がパトロールに回るとか、それぐらいのことしかできないっていうことでした。被害が出ればまた話は別なんでしょうけど、例えば同じところばっかり頻繁に出ると、例えばね、柿の木とかがあって、でその柿の木に頻繁に来るっていうようなことがあれば、その柿の木に電柵のちょっと電流の強めのやつを一時期ね設置するっていうようなことはやるそうなんですけど、多分私が見たあの場所は通り道になってると思うんです。周りにあるのは杉の木なので、どっかにそういう熊が食べるような実がなってる木ももしかしたらあるかもしれないんですけど、それを目的に頻繁に出てきてるっていうことが分かれば、そこに電柵を設けると。で可能であれば木を切るっていうような対処をするということでした。お話によると5月6月が一番やっぱり目撃情報が多いらしいんです。でこのあと子熊が親離れをするので、その後はぐっと目撃情報が少なくなるっていうお話でした。なのでちょっと今月いっぱいまではちょっと特に注意を払ったらいいのかなと思ってるんですけど、爆竹とか効果はあるとはいう話でした。その方がおっしゃるにはブリキのバケツですかね、その中で爆竹を鳴らすとより一層音が大きくなるんですって。なのでより効果がありますよっていうようなことを教えてもらったので、ちょうど我が家にはもともとこのうちにあったブリキ製ですかねのバケツがあるので、お散歩する前に爆竹鳴らしてそれで散歩してみようかなと思ってるんですよね。で可能であれば、ちょっと車で出かけていって散歩するっていう形でも、ちょっといつもそういうわけにいかないし、一日に何回も我が家散歩してるので、せめて朝夕の時間帯は爆竹を鳴らして散歩しようかなというふうに思っております。何が怖いってやっぱり子連れの熊なんですよね。子連れじゃなければ、不意の遭遇でなければほぼ襲ってくることはないかなと思っているので、私は今までいつも YouTube をラジオ代わりに流しながらお散歩朝してるんですよ。朝はで、夕方はそうだな、確かにたまにそうしてるけど、夕方はねいつもっていうわけではなかったけど、イノシシがすごくって穴をボコボコに掘ってるんですよ。でそれもちょっと困ってたとこだったので、イノシシ対策としてね、何が一番効果あるかなっていろいろ調べた結果、イノシシの悲鳴を流すのが一番効果があるってことが分かったんですよ。で YouTube 上にいっぱいイノシシの悲鳴が落ちてるので、それをスマホでね大音量にして流してたんですけど、ちょっと音量がやっぱりちっちゃいなっていうことでスピーカーを買ってね、でスピーカーにそのスマホのから流れる音をつけて流してたんです。このところもうほんと最近の話なんですけど、これは効果あるかなと、イノシシに関してはねで思ってたんです。で、散歩のたびに持ち歩きながら流してたんですけど、これがヒグマであれば逆におびき寄せることになるのかなって思うんですけど、ツキノワグマの場合はおそらく
逃げていくと思うんだけど、どうかな、寄ってくるのかな。だからそれこそね、子グマだったら興味を持って来る可能性もなきにしもあらずなんですかね。ちょっとここが判断の難しいとこなんですけど、今月いっぱいは特にちょっと気をつけてみたいと思います。なるほど。確かにちょっと音が大きくなってる。はい、じゃあちょっと今から散歩行きたいと思います。この辺の距離だったんだよな。やっぱり30メートルぐらいですね。このぐらいの距離でちょっとレーザー測量計で測ってみます。レーザーが見えない。お、出た。53.7。あ、30メートルと思ったけど50メートルあったわ。蜂アブに刺された。いったもう。ということで50メートルありました。あとパトロールに猟友会の方が来てくださいました。あ、そうなんです。ここで出たんです。ここで出ました。ここの向こう行った上に上がっていったんですよ。はい、わかりました。はい、まあちょっと見回りと、ちょっと今お話をいろいろ伺ってたんですけど、なんかね、ちょっと熊鈴つけたりとかして歩いてって言われました。そうですね。私いつも朝はラジオ代わりに YouTube を流しながら歩いてて、で夕方はイノシシよけのためにイノシシの悲鳴をスピーカー持って流しながら歩いてたんですよね。日中はもう別にちょっとそんな気にせず、そうだな、日中でも比較的イノシシの悲鳴を流しながら歩いたりはしてたんですけど、もうとにかくでも親子グマに会ってしまったらもうどうにもならない。鈴持っててもしょうがないもんね。だからやっぱ5月6月は気をつけた方がいいみたいなので、ちょっと今月だけでも車で散歩に出かけようと思います。行った先で出会いを遭遇する可能性もあるんだけど。ということでちょっと今月いっぱいはこの辺の散歩は控えまして、どうしてもっていう時は今まで通り、YouTube も流しながら、なおかつ熊よけの鈴もつけて歩きたいと思います。はい、今散歩から帰ってきました。スーさん同じ格好じゃない？念のため5月6月は外につなぐのはやめておこうと思いますね。いい時期なのにね、なんか木陰に入るとね、すごい涼しくていい時期なんですよ。この時期に外に出れないなんてね。だけどもうしょうがないか。